ぱりこうなんだろう、速いステアリングに対しては、ちょっと遅れる感じがあるけど、でもゴルフなんかと比べたら相当いいとこにはいる感じはするね。課題は ABS のその制御の音だね、かかってるね。もうちょっとこうやっぱりブレーキ制御早めにいった方がいいかなっていうところは実はあるんですけど、で元のレーンに戻るときに、ESC がもうブレーキ制御いろいろガガガってこう入るんですけど、その時のアクチュエーターの、ABS を使うのでブレーキ音がものすごく入ってくるんですね。特に右フロント右リアってこう個別に4つのタイヤをこう掴んできますから、その掴んでる時の音がギコギコガタガタっていう感じがあるので、そこをきれいにすっきりしていくっていうのもこれからの課題かもしれませんけど、ゴルフもかなり ABS の音はするので、この C セグメント B セグメントの車はやむを得ないかなっていう気がしますけど、ただプジョーなんかはその辺がものすごくよくできていたので、もうちょっとフランス車なんかもこれから、あるいはイタリアの車も見ていくと、参考になるかなという気がします。オーバーロードで見てこの CX3、やっぱり日本におけるこのセグメントリーダーであることは間違いないし、ただ2015年今年チンクエチェントのクロスオーバー SUV500X が1.4 リッターターボですけど入ってきますから、それとかなりいい戦いになるかなという感じがしますね。質実剛健な CX3 なのか、ちょっと走るこうパッションなイタリア車なのか、このセグメントがこうボリュームが広がっていく、起爆剤になるようなこう両者の戦いができるかなという気がします。ステアリングを早く切った時なんかにちょっと遅いんだよねみたいなこと言ってましたよね。あれ遅いっていうのはおそらく、制御が入るのが遅いっていうことで、もうちょっと早く入れてもいいのにっていうことだと思うんですよ。っていうのはいろいろそのソーダ速度の速さも車は読めてるので、そうするとこうちょっとこう例えばアンダーになり気味になってまっすぐ行きそうとか、逆にキュンと曲がっちゃうとか、多分その状況によって車は読めると思うんで、それに合わせて早めに制御を入れてあげる、先読み制御みたいな。単純に滑ったから止めるとかじゃなくて、そうですね。でマツダはAWD でもかなりそういうことをやってるので、やろうと思えば多分できるんだと思うんですけどね。なるほど。それがちょっと清水さんの期待してるほどやりきれてない。そうですね。輸入車の方が全般的にその辺がうまくいってるっていうようなことは最近言ってますよね。なるほど。じゃあ次ミニの方どんな走りするんでしょうか。はい。ダブルレーンチェンジはもうこれこそミニっていうぐらい、もうフロント多分ディーゼルエンジン乗っけてるのでガソリンエンジンよりもかなり重いはずなんですけど、そんなこと全く感じさせないぐらい、もうハンドル切った瞬間にもう隣のレーンにいるようなアジリティ性能を持ってますね。だからそれはもうミニの DNA として貫かれてるので、非常にダブルレーンも、ずっと歴代いろんなミニ乗ってきましたけど、何ら変わることのない、ミニはミニらしいレーンチェンジ性能を持ってますね。それで元のレーンに戻るときにちょっとこうリアが流れ気味になったりしても、そこはESC でこう介入してきますけど、あんまり車速を落とさないで必要最小限の揚レートだけをこうちょっと潰して、抑え込むような感じのですから ESC はもう本当に遠慮しながらちょっていう感じで入ってますね。基本はもうこのステアリングのアジリティと、リアのメカサスのスタビリティの高さでピュッピュッピュッっていう水すましのような、動きを作ってました。ですからそこはミニは、多分 EV になってもこんなような乗り味を作るんだろうなという気がします。